球上のほぼ全ての生命が必要とする大気中の酸素。地球史の長い期間、大気中の酸素濃度は低い状態のままでしたが、地質記録から約24億年前に酸素濃度が増大したことが分かっています。第三回イベントと呼ばれるこの大事件がなければ、私たち人間も含めて、この惑星に生命が繁栄することはありませんでした。一般的には、光合成を行って酸素を発生させるシアノバクテリアが出現したことによって、酸素濃度が増大したと説明されることが多いですが、実は、この説明は正しくありません。シアノバクテリアが出現し、光合成を開始したのは、32から30億年前であることが地質記録から分かっています。それに対して、酸素濃度の増大が確認されているのは24から21億年前です。つまり、光合成生物が出現した後も、地球上は酸素濃度が低い状態が少なくとも数億年間も続いていたのです。光合成生物の誕生にもかかわらず、なぜ酸素濃度の増大がこれほど遅れたのか、長年、地球惑星科学の大きな謎となってきました。単純に、光合成生物による酸素発生量が増大したからという理由だけでは説明できません。生物が光合成で酸素を発生させたとしても、呼吸による酸素の消費や死んだ生物の死骸が分解されることによって、酸素が再び二酸化炭素に戻ってしまうので、実は、正味の酸素発生量としてはほぼゼロなのです。現在の地球環境では、こういった逆反応は約50年という、非常に短いサイクルで起こるため、酸素濃度の長期的な変動を引き起こすには、何か別の原因が必要です。その鍵を握るのが、地球内部から放出される火山ガスです。火山ガスには、還元的な成分と酸化的な成分が含まれており、例えば、水素を例にとると、還元的成分が H2、酸化的な成分が H2O となります。同様に、炭素を例にとると、還元的な成分が CO、酸化的な成分が CO2 となります。火山ガスの成分に還元的な成分が多い場合、光合成で発生した酸素が還元的な火山ガスと結合して消費されてしまうため、酸素濃度は上昇しません。一方、火山ガスの成分に酸化的な成分が多ければ、こういった反応は起こらないので、酸素を蓄積することができます。火山ガスの還元的成分と酸化的成分を決めているのは、マントル内部での酸化還元状態です。これまでの研究では、第3回イベント以前の時代でも、マントルが酸化的であると推定されていました。そのため、火山から酸化的なガスが出ているにもかかわらず、なぜ酸素濃度がすぐに上昇しなかったのか、原因が不明でした。しかし、酸化還元状態の推定には大きな不定性が含まれており、正確ではないとの反論もありました。2016年と2019年に、地質学と地球科学の専門誌で発表された論文によって、マントルの酸化還元状態に関する、より精度の高い推定が行われました。その結果、第3回イベント以前の時代には、マントルは還元的であり、火山から放出されるガスも還元的であった可能性が高いことが、示されたのです。この結果を受けて、今年の6月2日にネイチャー姉妹誌で発表された論文で、原始地球の物質循環を定量化したモデルを使って、マントルの酸化還元状態が酸素濃度にどのような影響を与えるのか、理論的な検討が行われました。その結果、もともと還元的だったマントルが徐々に酸化していくにつれて、火山ガス中の還元的成分の割合も徐々に減少し、酸素濃度が遅れて増大したことが示されたのです。しかし、ここで一つ疑問が残ります。大気中の酸素濃度をコントロールしたのが、マントルの酸化還元状態だとしたら、最終的に何がマントルを酸化させたのでしょうか。これについては、まだ議論が続いていますが、論文中では2つの仮説を示しています。1つ目は、もともと原子のマントルは還元的な状態のまま、あまり混合されていなかったのが、対流によって内部が混ざり、酸化的になったという説。もう一つは、大気中から水素が継続的に宇宙空間に散逸していくことで、地球内部も含めて徐々に酸化していったという説です。こういった仮説は従来から提唱されてはいましたが、今回の論文で改めて注目を浴びることになりそうです。一つ注意してほしいのは、マントルが酸素濃度をコントロールするというのなら、生命は必要ないのか、と思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。火山から供給される酸化的なガスは、あくまでも H2O や CO2 が主成分であり、そこから酸素を作るには、光合成生物の存在が必要不可欠です。このように、地球の環境は、長い時間をかけて、惑星と生命がお互いに影響し合いながら共に進化してきました。このような特徴こそが、生命あふれる私たちの地球の本質なのです。それでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。原始地球大気の進化については、日本における第一人者である、東京大学の田近栄一先生による解説が、アストロバイオロジークラブから公開されていますので、より詳しく知りたい方はそちらをご視聴ください。それではまた。